あなたは想像できるでしょうか？自分の住む街が巨大ブルドーザーに破壊される光景を。2004年アメリカコロラド州のグランビーという静かな街。正午を過ぎたこの街はいつも通りのどかに過ぎ去るはずでした。しかし突如鳴り響いた壁を破壊する衝撃音。なんと突然街に巨大な鉄の塊が現れたんです。その正体はなんと改造されたブルドーザー。普通のものよりはるかに大きく、ボディは黒い鉄骨に覆われて運転席が見えません。この魔改造された暴走ブルドーザーは後にこう呼ばれるんです。キルドーザーと。突如現れ街を破壊する巨大ブルドーザー。一体誰が何の目的で作ったのか。鉄の怪物が生まれた理由、それは街への恨みだったんです。お酒はハイボールが好き、ケンちゃんです。あなたの心のガードを壊すドーザー、やみやみこドーザーで。本日はね、街を破壊した巨大なブルドーザーのお話なんです。何これ、GTA だっけ、なんだっけ、グラセフね。グラセフみたいじゃない、でブルドーザー出てこないですけど、出てこない。戦車とかね出てくるのありますよね。これをねやるにはね、結構ちゃんとやっぱ理由があるんです。僕らもね面白おかしくね動画上げてないです。やっぱね人殺すのにもねこんなブルドーザー街でね走らせて破壊するのね理由があるんです。人は理由がなければブルドーザーを街で走らせません。というわけでね、早速この魔改造のブルドーザーのお話を見ていきたいと思います。破壊された街。遡ること17年ほど前の2004年、アメリカコロラド州にある田舎町グランビーが今回の舞台。6月4日の午後2時頃、警察署に1本の通報が入ります。巨大ブルドーザーが気が狂ったように走り回っている。通報を受けた警察官は耳を疑いながらも現場へと急行。そこで警察官たちは衝撃の光景を目の当たりにします。巨大な装甲車のように改造されたブルドーザーが建物を破壊しながら移動していたんです。この凶悪すぎるブルドーザーは後に町の人からキルドーザーとね恐れられね、もうずーっとねみんながね心にね残って記憶にも残っていくね、そういうことになっていくんです。そうでも現実でこんなこと聞いたことないもん。突如として現れ街を破壊するキルドーザー。この異常事態にすぐさま対応すべく特殊部隊チームスワットが派遣されます。しかし特別訓練を受けてきたスワット隊員ですらキルドーザーの前では無力でした。スワット隊員たちは銃や手榴弾を使いキルドーザーの破壊を試みるんですが、その分厚すぎる鉄のボディのせいでこれらの攻撃が全く効果がなかったんです。ひとまずキルドーザーの後ろをついて歩き隙を見せるのを待つしかないと思いきや、危ない、なんと突然スワットの隊員たちに向けて銃弾が飛んできたんです。これは一体どこからの狙撃なのか。そして隊員たちはあることに気がつきます。なんとキルドーザーの側面には穴が開いており、そこから銃口が出ていたんです。怖っ。鉄壁の防御だけでなく銃弾での攻撃まで兼ね備えるキルドーザーに迂闊に近づくことすらできません。隊員が尻込みしている間にもキルドーザーは町外れにあったコンクリート工場を破壊。その後に向かったのは町の中心部でした。このままでは町に甚大な被害が出るのは時間の問題。するとそこに一人の勇気ある男が現れます。運転手を止めればキルドーザーも止まるはずだ。決死の覚悟でキルドーザーの上に飛び乗った男がいるんです。しかもこれスワットの隊員じゃなくてね、地元警察の署長なんですよ。めちゃくちゃ勇気ある人じゃないのこの人。暴走するキルドーザーから振り落とされないようにしながら必死に運転席を探す警察署長。しかし肝心の運転席が見つかりません。一体誰がどうやって運転しているのか。結局運転手を見つけるのを諦め、警察署長はキルドーザーを離れます。続いて決行されたのはスクレーパ作戦。スクレーパとは地面を削ったり瓦礫を運んだりを行う万能重機なんです。ブルドーザーに負けず劣らずの大型重機スクレーパによってキルドーザーの動きを封じようという作戦でした。しかしこれもあっさり敗北。キルドーザーの巨体の前ではスクレーパはひよっこ同然。体当たりされただけで道を譲ってしまうんです。結局キルドーザーは町の中心部へ侵入。前市長の家、町役場、銀行、新聞社と次々に建物を破壊していきます。そしてキルドーザーは次なる場所を目指します。それはなんとガスタンク貯蔵施設。いやこれ突っ込んじゃってもうやばいことになっちゃうんじゃないこれ。いやそうなんです。もうガスタンクに突っ込んだらね、もう街中を巻き込んだね、もう大惨事になってしまうんです。この暴走を止めることは果たしてできるんでしょうか。なすすべがないままキルドーザーの進行を許し、ガスタンク貯蔵施設に進んでいくのを見守るしかない人々。その場にいた誰もが最悪の事態を覚悟したんです。しかし突然キルドーザーに変化が。なんと動きを止めたんです。原因はラジエーターの破損。ラジエーターは機体の熱を放熱する装置。この装置が破壊されたキルドーザーはエンジンの温度が高くなりすぎてオーバーヒートしたんです。
これはスワットが諦めずにキルドーザーに銃撃をしていたことが功を奏しました。偶然にも流れ弾がラジエーターに命中していたんです。キルドーザーが出現してから3時間後のことでした。しかしこれで終わりではありません。今度こそ運転席を見つけ犯人を逮捕しなければいけません。動きを止めたキルドーザーの運転席を見つけるのはそう難しいことではないはずでした。しかしボディがあまりにも強固であらゆる工具を使っても作業がなかなか進まないんです。なんとか運転席を見つけることができたんですが、それまでに要した時間はなんと12時間。キルドーザーが動いていた時間の4倍もかかってしまったんです。ようやく運転席にたどり着き内部を確認すると、そこには運転手が。しかし警察は運転席に座る人物の姿を見て驚愕します。なんとすでに息絶えていたんです。犯人は自ら銃で頭を撃ち抜いていました。その男の名はマービン・ヒーマイヤー。最初に破壊したコンクリート工場の隣で自動車修理業を営む男でした。勝手に街壊しまくっといてさ、勝手に死ぬのはちょっとせこすぎんじゃないのこれ。まあもうね、彼がね亡くなってしまった後ではね、うんいろんなね推測でしかないっちゃないんですけれど、調べていくと彼がなんでこんなことをしたのかが見えてくるんです。懸命の反対運動。ヒーマイヤーがグランビーに越してきたのは1991年のこと。ロッキー山脈を眺めながら暮らしたいという願いを叶えるため、町外れに家を購入しました。ほどなくして自宅兼自動車修理工場を開業。腕のいい修理マンだったヒーマイヤーはグランビーの人々に歓迎されます。仕事だけでなく人柄も真面目と評されていたヒーマイヤー。町の人に信頼される修理マンとして平和な日々を過ごしていました。しかしこの町にある変化が。このことがきっかけでヒーマイヤーの人生はよからぬ方向に行ってしまうんです。それはヒーマイヤーがグランビーに越してきて9年の月日が経った2000年。なんとヒーマイヤーの家の隣にコンクリート工場の建設計画が持ち上がってきたんです。ヒーマイヤーはね、自宅のね隣にねコンクリート工場ができるのが嫌だったんで、反対運動をね展開していくんです。ヒーマイヤーはコンクリート工場の建設を断固として反対。彼はグランビーの人々にこう呼びかけます。自宅の隣にコンクリート工場が完成したら自分の自動車修理工場の看板が隠れてしまう。それに街の景観が損なわれてしまうだろう。もともと街の中でも人望のあったヒーマイヤー。何人かの地元住民がこの主張に賛成し、ヒーマイヤーの仲間となったんです。こうして彼らは力を合わせコンクリート工場建設の反対運動を行っていくんです。この懸命な運動のおかげか、コンクリート工場の建設はストップ。ヒーマイヤーと仲間たちは平穏な日々を取り戻すんです。しかし3年の月日が過ぎた頃、ヒーマイヤーと仲間たちはあることがきっかけで崩壊します。なんと新聞社がヒーマイヤー率いる工場建設反対派の人々を批判する記事を出したんです。そしてこの記事を読んだ住人からヒーマイヤーたちに対する非難が相次ぎました。町の発展開発の邪魔をするなという声がねもうね多かったんです。そしてこの主張はですね、主に町のね中心部に住むね人たちの意見によるものが多かったんですよね。町外れのヒーマイヤーのことなんて誰も考えてなかったってことよね、これね。そうなんですよね。この相次ぐ批判を受けて反対運動のメンバーは徐々に離脱。しかしそれでも諦めないヒーマイヤーはなんとたった一人になっても反対運動を続けていくんです。しかし反対運動をすればするほど大多数の町の人との意見の食い違いが生まれ、彼はどんどん自分の居場所を失っていきます。唯一の心の支えは一緒に暮らしていた婚約者でした。しかし最後には婚約者までもヒーマイヤーの元から去っていくんです。そしてさらにヒーマイヤーに追い打ちをかける出来事が。経営していた自動車修理工場が設備不良を理由に罰金と業務改善命令を受けたんです。指摘内容は下水の処理、自動車工場から出た排水の処理が正しくされていないというものでした。罰金は2500ドルで日本円に換算すると27万円ほど。しかしヒーマイヤーは命令を不服に思っていたため罰金と業務改善命令を無視。その結果自動車修理工場は営業停止処分。ヒーマイヤーは仕事を失ってしまったんです。その直後、自宅の隣に立派なコンクリート工場が完成します。この時のヒーマイヤーにはもう気力も仲間も何も残っていませんでした。仕事をなくし訪ねてくる人もおらず、忘れ去られていく実感だけが日々募っていったんです。そして翌2004年の3月、ヒーマイヤーにとどめを刺す出来事が。なんと父親が他界してしまうんです。こうしてヒーマイヤーは完全に孤立してしまいました。仲間も仕事も恋人も親も、全部なくしちゃったんじゃない、この人。いやそうなんですよ。だからなんですよね。失うものがね何もない人間っていうのはね、本当にどんなことでもねやれてしまうんです。そしてねヒーマイヤーの場合はそれがねキルドーザーというね手段だったんですよ。キルドーザー誕生。
父親の死後、ヒーマイヤーはオークションでブルドーザーを購入します。そして営業停止になった自動車修理工場に残った部品を駆使してブルドーザーのカスタマイズを始めるんです。そのカスタマイズ内容は常軌を逸したものでした。まずは厚さ10センチのコンクリートと鋼鉄で外装を補強します。この鉄壁のボディの前では銃撃も手榴弾も無力、さらには外部カメラとモニターを搭載し、窓がなくとも運転することを可能にしました。フロントガラスをなくすことで外からの攻撃により強固になったんです。コンクリートと鋼鉄で固めた外壁には数箇所穴を開け、ライフルと自動小銃を設置。このカスタマイズがキルドーザーに容易に近づくことを許さず、スワットと警察を苦労させたんです。そしてついにキルドーザーが完成し、犯行の当日最後の仕上げに取り掛かります。その仕上げとは、ヒーマイヤーが運転席に乗り込んだ後、運転席の入り口を溶接すること。ヒーマイヤーはキルドーザーに乗り込んだら最後、二度と外に出るつもりはなかったんです。ちなみにですね、もう全然これはね嬉しくない情報なんですけど、なんとその使ったブルドーザーがね、日本製だったんですよ。なんか悲しいわね、そんなところでちょっと有名になってほしくはなかったわね。そうですね。犯行前にヒーマイヤーは心境をテープに録音し兄に送っています。2時間48分にも及ぶ肉声のテープ。その内容は犯行声明とも言えるものでした。キルドーザーを作るために私は生まれた。神はキルドーザーを動かすことを喜んでいる。私が結婚もせず家庭を持っていないのはこの使命を果たすためだ。いつの間にかヒーマイヤーはキルドーザーに取り憑かれていたんです。街への仕返しとかじゃなくて、そんな気持ちはるかに超えちゃってる気するけどね。そうなんですよね。このようにね、神様のお告げだとか言ってね、もう常軌を逸した行動に出てしまう人ってね、まあいるんですよ。で、この妄想的なね、現象はね、精神障害の一種だとも言われているんです。というわけで本日のメトラキーワード、宗教妄想について。宗教妄想とは古代妄想の延長の症状、もしくは統合失調症の一つの症状として考えられています。特徴としては内容が極めて非日常的で壮大かつ強固な確信があるということ。妄想内容の例としては、霊界のようなところから特別な予言や啓示を受けた、あらゆる病気を癒す力を授けられた、もしくは自分自身を神だと思い込むなどがあります。宗教妄想の危険なところは盲目的な状態になっているという点。理想実現のためには他者を傷つけることを厭わないんです。そのため大きな事件になりやすいという性質があります。ヒーマイヤーの妄想も危険な妄想と言えるでしょう。神からの啓示によりキルドーザーで街を破壊する、その工程で発生する被害は考慮されていないんです。日本ではオウム真理教の地下鉄サリン事件が一例と言えます。この事件の場合は多数の人間が同じ妄想を共有していたのも恐ろしい点なんです。統合失調症の方だからこういうね事件をね起こしたっていうのではないんです。あくまでもヒーマイヤーのね生まれた環境とかね、隣にねコンクリート工場ができたこととか、いろんな原因がねあると思うんです。ですがね、ヒーマイヤーね自ら命を絶ってしまったので、ここまでも含めてね、僕らのね仮説だったりとかね、いろんな説がねあると思うんですけど、今となってはね本当の真相っていうのがねわからないんです。このヒーマイヤーの行いに関してなんですが、決してね許されることではありません。ですが実はですね、関係者の中にはね同情するね方もいるんです。しかも彼はですね、建物とかは壊したんですけど、一番大事なものは壊さなかったんです。実はキルドーザーが破壊した建物はコンクリ工場、前市長の家、町役場、新聞社など全て工場建設関係でした。そして死傷者はヒーマイヤーのみ。キルドーザーは人に危害を加えないようにしていたと主張する人々もいるんですが、ヒーマイヤーなき今真相は分かりません。一説では工場建設を待つことができなかった企業と行政の思惑があったのではないかという声もあるんです。ヒーマイヤーの反対運動が頓挫したきっかけとなった反対運動を批判する新聞記事も不自然といえば不自然なんです。最後にキルドーザー討伐に対応したスワットの隊員の言葉を紹介します。自宅の隣に工場ができれば誰だって怒る。彼の孤立を何とかできなかったのか、今でも悔やまれる。確かにキルドーザーを作ったのはヒーマイヤーなんですが、そもそもは権力者たちの欲が招いた悲劇だとしたら、メトラの皆さんはどう思いますか？